はい、こんにちは、梅野です。本日は 50mm の単焦点レンズでコスモスを撮っていきたいと思います。はい、1枚目はここの地面すれすれにあるキバナコスモスを撮っていきます。コスモスには光が当たってまして、で周りのところに影ができてますので、この辺を切り取るような形で撮りまして、風で影がちょっと動くんですけれども、コスモスの周りにちょうど影が来て、コスモスには光が当たっている、今みたいなタイミングですね。これで、撮ってみたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は開放 F 値じゃなくて、ちょっと絞って 2.2 に設定しました。2.2 にすることでもうちょっと解像感が上がるのと、背景のこのアスファルト、これがはっきりしないぐらいに、ボケてくれたらいいかなというので F 値 2.2 に設定しました。シャッタースピードは1000分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。マルチパターン速攻の露出プラマイ0で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の右下の交差点にこのキバナコスモスを配置して撮ってみました。でコスモスのところには光が当たってまして、その周辺は日陰の影ができるようなタイミングを狙って撮っています。そうすることで周りが暗いので、明るいコスモスのところに目線誘導するような形を狙って撮ってみました。で地面すれすれにあるコスモスだと、こっちの写真みたいにローアングルから撮るのもいいかなと思って撮ってみたんですけれども、背景のコスモスの茎ですね、茎がちょっと邪魔なのもありまして、背景が汚くなるかなと思ったので、ここはハイアングルから狙うような形で撮ってみました。同じ被写体なんですけれども、角度を変えることで写真のイメージがだいぶ変わるかと思いますので、一つのものを撮るときもいろんな角度から狙ってみてください。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここを撮っていきます。大きいコスモスのお花があって、その横からピョロッと出てるコスモスがありましたので、ここを撮っていきます。まず前ボケとして手前にあるキバナコスモスのオレンジを前ボケとして使っていきたいので、こういう間から撮っていきます。で撮っていくキバナコスモスの背景には、枯れて散った花びらが落ちてますので、これも色の要素として使えると思いますので、手前の前ボケと背景の枯れた花びらを入れて撮っていきます。で普通に撮ってしまうと、なんていうかな、もっさりした写真になりそうなんですけど、ここはいつも使うハイライト重点速攻を使うことで、光が当たっているキバナコスモス、そこは適正露出で、背景は結構暗めになります。で花びらは色がついてますので、暗い中でも色の要素として浮き上がってくると思いますので、ここからハイライト重点速攻を使って撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。 F 値は 5.6 にちょっと絞って撮っていきます。ちょっと今日風が強くてコスモスが前後に揺れてますので、もしかしたらピントが合わないっていうこともありますので、その保険として 5.6 に絞って撮っていきます。5.6 でも背景はいい具合にボケると思いますし、前ボケもレンズを近づけて撮ることで前ボケとして使えますので、これでいきます。シャッタースピードは1000分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。背景を暗くするために速攻モードはハイライト重点速攻、露出はプラマイ0で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。左下からひょろひょろと伸びてきているキバナコスモスを3分割の右上の交差点付近に配置して撮りました。で左下は手前のコスモスの前ボケで色を入れまして、背景はハイライト重点速攻で暗めになってますので、黒とオレンジの対比で色が綺麗に浮かび上がったと思います。で背景に落ちているコスモスの花びらは色の要素がありますので、黒い中でも、右下のところなんですけど、
か右上かのところに色の要素として散らばってくれています。でハイライト重点速攻を使わずに撮った場合がこっちの写真になりまして、これはこれで、手前の緑とか鮮やかに出てますし、背景に落ちている花びらの色とかもはっきり出ているんですけれども、コスモスがちょっと明るすぎるのと、背景も真っ暗じゃないのでちょっと被写体が浮かび上がりにくいかなと思いましたので、ここはハイライト重点速攻を使うことで、撮りたいものの雰囲気とかを明確にして撮ってみました。それでは次撮ってみましょう。はい、次はこのたくさん生えているコスモスの中の一番下の方、ここに背の低いコスモスがありますので、これを撮っていきます。これなぜこれを選んだかというと、上にコスモスがたくさんありますので、そのコスモスの影がいっぱいできています。で今日風が吹いているので、この影がいい感じに動いてくれることで、このコスモスにいい感じの影ができていい雰囲気になりそうだったので、ここを選んでみました。でコスモスが動くのと、あと影も動いてますので、カメラの設定で連写のモードにしてもらって、でここから連写で撮ってあげると、その撮れたうちのどれかがすごいいい感じの影が入ってたりしますので、そういう感じで撮ってみたいと思います。はい、カメラの設定していきます。今回はコスモスというよりは色と影の明暗さ、そこをメインに撮りたいので F 値は 1.8 に設定しまして、背景とかはもう完全にボケさせてコスモスのところだけを撮るという設定にしました。シャッタースピードは4000分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。背景の余計なものはもう隠したいので、速攻モードはハイライト重点速攻にして、コスモス以外は真っ黒な感じにするのと、コスモスに落ちてくるこの影の印象を強くして撮っていきたいと思います。はい、撮った写真がこんな感じになります。構図は日の丸構図で、左上からコスモスが伸びてきているような印象で撮ってみました。F 値 1.8 にしたことと、ハイライト重点速攻を使ったことで、背景はもうかっちりと暗くなりまして、コスモスの中にあるこのシャドウですね、シャドウのグラデーションがすごい綺麗に出たんじゃないかなと思います。これも連写で撮りまして、一番いい影の落ち方をしている写真を選んでみました。でこの刻々と状況が変わる被写体の場合はもう連写で撮ってあげると一番気に入る写真が撮れると思いますので、風景写真でも連写を使って撮ってみてください。はい、次はこのコスモスの生えているところを多少ギュッとして撮ってみたいなと思います。望遠レンズとかですと圧縮効果っていうのがありますので、広角で見るとバラバラに見えるコスモスのお花もギュッとまとめて撮ることができるんですけど、50mm だとそこまで圧縮の効果はないですので、望遠ほどギュッとはできないんですけれども、前ボケとかを使いつつ撮ることで一応奥行き感とお花畑感を撮ることはできますので、ここから縦構造を使ってで前ボケ使って撮ってみたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は 2.8 に設定して前ボケを作っていくのと、ピントがあったコスモスにはしっかりとシャープに映るように設定して、背景はなだらかにボケていくような感じの設定にしてみました。シャッタースピードは1000分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。マルチパターン速攻で露出プラマイ0に設定して撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。縦構図で撮りまして、画面の3分割の右上の交差点付近のコスモスにピントを合わせて撮っています。で望遠レンズではないですので、あまり圧縮する効果はないんですけれども、右下に前ボケを入れたことと、ピントがあったコスモスから後ろはちょっとグラデーションでボケていくことで、奥行き感っていうのも出すことができたと思います。撮った時点では
そこそこの写真なんですけれども、光の柔らかい明暗さが綺麗だと思うので、レタッチすることでもうちょっと雰囲気を良くすることもできると思います。で、奥行き感を出したい写真の時に前ボケを使わなかった場合の写真がこちらになります。これはこれで右下のところに余計な部分がない気もするんですけれども、やっぱり奥行き感を出すには乏しいところになりまして、背景はボケてるんですけれどもちょっとのっぺり感が出てしまいます。なのでこういう時は前ボケをちょっと入れてあげることでより近景、中景、円形の3層構造にしやすいですので、何か撮るときはとにかく前ボケを狙って撮ってみてください。はい、最後はちょっと僕の趣味というか好きな感じの写真を撮っていきたいと思います。ちょっと寂しい感じとか儚い感じとか、そういう感じを出して撮っていきたいです。なのでこの綺麗に咲いているコスモスじゃなくて落ちてしまっているこの花びらに、ピント合わせて撮っていきます。わかる？動画ではどうかわからないですけど、ここにある花びらが落ちてるんですけど、周りは影になってまして、そこだけ光が当たっています。で、手前のこのコスモスの茎ですね、こう緑のところにも光が当たってて綺麗なので、ここの間から狙うことで緑の前ボケを使いつつ背景の影のところは暗くなります。で、光が当たっている花びらのオレンジは綺麗に出ると思いますので、手前の若々しさと背景を暗くして落ちているオレンジの花びらを明確にすることでちょっと儚い感じとか寂しい感じを出して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は 3.2 に設定して前ボケを作っていくのと、背景のオレンジの花びらにしっかりピント合うような設定にしました。シャッタースピードは3200分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。背景をもう暗くして手前の前ボケの緑とピントを合わせるオレンジの花びら、そこだけが浮き上がるように、速攻モードはハイライト重点速攻、露出はマイナス 1.3 まで下げて撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。画面の右上のところがピントを合わせた花びらになってまして、画面の左下に前ボケの緑の茎の部分を入れて撮っています。で、緑とオレンジの対比、補色になるんでしたっけ、対となる色味なので画面内がより綺麗な印象になったんじゃないかなと思います。で、ハイライト重点速攻にしたのと露出をマイナス 1.3 まで下げたことで背景の光が当たっているところだけは見えまして、その他はもう結構暗めになったと思います。なので写したかった手前の緑色の要素と地面に落ちてしまった花びらの切なさというか、そういう感じを写した写真になっています。なかなかこれがいい写真かって言われるとあれなんですけど、僕はちょっとこういう寂しげな写真を撮るのが好きなので、最後はこういう感じで撮ってみました。はい、本日は 50mm の単焦点レンズを使ってキバナコスモスを撮りに来ておりました。 50mm のレンズやとどうしてもバリエーションが乏しくなりやすいんですけれども、撮る角度を変えてあげたりとか F 値を変えたり露出を変えたりすることで写真のバリエーションを増やすことができます。で、 50mm だけじゃなくて広角を持っている方でしたら上の青空と絡めて撮ったりとか、望遠レンズをお持ちの方でしたら圧縮して撮ったりすることもできますので、レンズをいろいろお持ちの方は被写体によって変えて撮ってみてください。で、今回撮ったのはキバナコスモスなんですけれども、普通のコスモスにも使えると思いますので、もし今回参考になる撮り方があればコスモスを撮るときにもぜひ真似してみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。